はい、それではですね、まず最初にツイッターの方からつけていきたいと思うんですけれども、ちょっとこちらもらったものを開封すると、もうすでに組み立ててあるんですけど、こんな感じになってて、おそらくダッシュボードのところにこういう風に設置して、使うタイプなんですけれども、 Z のツイッターの位置がここなので、ここにつけるとちょっと分かりづらいんですけど、こんな感じで他のこの台の部分とかこの丸い部分とかがちょっとボリュームがあってですね、設置した時にですね当たってしまって干渉しちゃってしっかり組み付けができないので、ちょっとうまいことこの中に入れる方法がないかなと思って、とりあえずちょっと分解してみます。中をちょっと分解して薄くできればそのままつけられると思うんですけれども、ちょっと分かんないので一回ばらしてみたいと思います。これであれば、こうするとこんな感じでツイッターがこのちょうど丸の部分にですね、こんな感じで組み付けができますので、これで多分なんとかなるんじゃないかなと思います。先ほど外したこれのこのステーの部分をですね取り外しをして、ここにこういう感じでセッティングをすれば固定もされるので、これでツイッターの方は、しっかり取り付けができるんじゃないかなというところです。じゃあちょっとやっていきます。よいしょ、取れた。はい、ステーが取れました。これをちょっとセッティングしていきたいと思います。この位置です。こうついてたよね。でこれがぶっ刺さってて、じゃーん、ツイッターがつきました。こんな感じです。でですね、しっかり固定もされているので取れないです。これでツイッターは OK ですね。あとはセッティングをして配線をすれば音が鳴ると思います。でツイッターなんですけど、配線がちょっと長いので、切って、短くしようと思います。一応被服の切れがあったのでちょっとこんなに短くしたんですけれども、実際やるときはもうちょっと長くした方がいいかなとは思います。ちょうどねここら辺で被服が切れちゃってたんで。はい、こんな感じで短縮ができましたので、ツイッターの方はこれで OK です。それでは次にスピーカーの方に移りたいと思います。買ってきたバッフルをですね、まずは取り付けていきます。
はい、 OK ですね。それではスピーカーの配線をですね、こんな感じでつなげたので、今度はスピーカーを装着していきたいと思います。よいしょ。これで OK です。よし、これで OK です。はい、スポンジもこんな感じで付け終わりました。はい、それではこれでフロントのスピーカーの取り付けが以上になるんですけれども、この後リアが残ってますので、リアを取り付け終わってから内張りを戻さないと、音声チェックしてもし何かがあった時にすぐに手直しができないので、次は、ちょっとこのまま内張り放置してリアの取り付けに行きたいと思います。よし、取れた。今剥がしたこれを助手席側も剥がしていきます。はい、助手席側も剥がし終わりました。よいしょ。取れました。よいしょ。そしたら次にですね、ここの爪を外していくみたいですので、よいしょ。こんな感じかな。ここのカバーがかぶさってることによってこれが取れないみたいなので、ここの上のところを浮かしてあげると取れるみたいですね。いや、取れたかな。よいしょ。お、よいしょ。取れました。はい、こんな感じです。純正のスピーカーですね。こっちだけ取りました。ついてる状態はアンチの感じですね。はい。ボルト4つでもう簡単に止まってる感じなので、フロントのスピーカーと同じ要領でもうバンバンって外せば簡単に取れます。でリアのスピーカーを、入れていきますので、こちらの配線を切ってですね、ちょっと配線作っていきたいと思います。よいしょ。よし、これで OK です。
はい、じゃあリアのスピーカーをですねつけていきたいと思います。でリアのスピーカーなんですけど、これはちょっと家にあった安っちいやつなんですけれども、ケンウッドの KFC-RS164 というモデルのものですね。これがちょうどですね1セット分余っておりましたので、これをリアに使っていきたいと思います。はい、じゃあ、戻していきます。はい、でリアのですね、運転席側も、こんな感じで取り付けができました。で、ウーハーなんですけれども、こちらですね、これがウーハーになってますが、ウーハーだけ単体でこのようにアンプがございます。ポーズのアンプがあります。でこちらに関してなんですけれども、新しくですねこんな感じで配線を引き回して、使えるようにしてあります。ウーハーだけちょっと新しく配線を引き直したっていう感じです。あとは全て配線は流用で使っております。はい、でナビ側の配線もですねこんな感じで接続の方ができましたので、今からテストの方をしていきたいと思います。それではですね、全てのスピーカーの取り付けが終わりましたので、ちゃんと音が出るのかどうかテストをしていきたいと思います。それではテストしていきたいと思います。お、鳴ってる鳴ってる。ではちょっと全てのところから鳴っているのかテストしていきます。まず左前鳴ってますね。で次右前 OK です。で次右後ろ OK ですね。で最後左後ろですね。あれ左後ろ鳴ってない。それではちょっと左後ろが鳴ってないみたいなのでちょっと確認していきたいと思います。それではですね、一応しっかり同通チェックしてあるはずなので、スピーカー側の不良かなと思ったので右と左リアのスピーカー入れ替えてみましたので、これでちょっとやってみます。ですね、今チェックをしてるんですけれども、右と左のスピーカー入れ替えても結局変わらないんですよね。左から音が出ないっていう状況が全く変わらないので、となるとおそらく配線側の問題なんですけれども、しっかり同通チェックはして配線は間違ってはいないはずなので、あとは後戸側のこの配線の表記がもしかしたら違うのかもしれないので、ちょっとまた調べてみます。はい、一応こんな感じでもうしっかりマイナスとプラスっていう風に、書いてあって、そのように配線してるので間違えようがないとは思うんですけれども、もしかしたらですねプラスとマイナスが逆になって表記されてるかもしれないので、ちょっと入れ替えてみたいと思います。はい、今入れ替えました。では調べてみます。あ音鳴ってる。ということは多分後戸側のナビがプラマイの表記が逆だったか、もしくは、車外のカプラー使ってるのでそれの影響かもしれない。はい、ちょっと原因の方を私なりに調べたんですけれども、ちょっと見づらくて申し訳ないですけど、これですね。ネットでちょっと日産の配線図を、拾ってきていろいろ調べたんですけど、この黒い配線、これですね、今親指が指してるところ、この黒い配線は左のリアの、スピーカー、今回音が出なかった左のリアのスピーカーのマイナスの配線で、それに対応するこれが車外のカプラーなんですけれども、ここに、
緑と黒の配線、今持ってるこの配線ですね、これが、それに通じるマイナスの、配線ということで、調べたらそれは全く間違いはなかったです。なので社外カプラーのミスではないということですね。でさらにここの緑黒のマイナスの端子と、スピーカー左のリアのスピーカーのマイナスの端子を同通チェックしたら、そこもしっかり同通してたのでそこも問題はないです。で、こちらをちょっと見ていただきたいんですけれども、この緑黒につながっている緑色の跡とのナビから出ている配線、こちらを見ていただくと、リア、レフトプラスというふうに書いてあるんですね。なので、これはですね、おそらく跡と側さんの配線の表記と、配線自体がですねちょっと間違っている可能性が高いんじゃないかなということが、今回ちょっと調べた感じ分かりました。と思ったんですが、これがですねアトトの、ナビにつながるコネクタなんですけれども、ちょっとこれとですねこのナビの取扱説明書をちょっと持ってきまして、配線の説明の部分ですね読んでみたんですよ。そしたらピン17グリーンブラックリア左マイナスで、ピン18が緑リアの左プラスっていうふうに表記が書いてありまして、で場所を見ると、ここですね、この17と18番で、これを実際のコネクタで確認してみると間違ってないんですよね、場所が。なのでもうここまで来るとちょっとよくわからないお手上げ状態といいますか、もうそうなると出力側が間違ってるのか、あとは説明書自体が間違ってるのかっていう感じになってくるので、もうさすがにそこまではちょっと私も調べられないのでちょっとよくわかんないです。もやもやしますが、私が間違ってるのかな、それともナビ側が間違っているのでしょうか。ちょっとわからないので、もしわかる方いましたら教えてください。アトトの方ももしいらっしゃったら教えてください。なぜなのでしょうか、これは一体どういう現象なのでしょうか。謎です。はい。でも鳴ったので結局のところはしっかり音は出たので OK でしょうということで、これからちょっと戻していきたいと思います。後日もし何か分かった方がいらっしゃいましたら、是非コメントやTwitter などで教えていただけると非常に気持ちがすっきりしますのでよろしくお願いします。それじゃあちょっと戻していきます。はい、で今回ですね Z33 に社外のスピーカーを取り付けるということで、やり始めたんですけれども、めちゃめちゃ大変でですね、ちょっとこの惨状を見ていただきたいんですけれども、すっごい汚れちゃってますはい、内張りとかもね、ここからそこからあと、ドアのところからあといろいろな工具使っていろんな部品を外したりなんだりとかやっていたので、めちゃめちゃ時間がかかってしまいました。気持ち的になんかこう疲れ切ってしまっていて、もう早く休みたいなっていうような感じになってしまったので、今日はですねとりあえずもう音が鳴ったので OK ということで、内張りの戻しはちょっと後日に回したいと思います。不完全燃焼で申し訳ないんですけれども、だいぶ大掛かりな作業だったので、結構ね心身ともに疲れているので、今日はちょっとここで終了という形にさせていただきたいと思います。すいません。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白いなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それから各種 SNS もやっておりますので、ぜひこの機会にフォローの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イエーイ。